東京に住み始めて早20年。東京の街は刺激的で楽しくて大好きだけど、年齢を重ねて自分の好きをより深く知るようになったり、いろいろな経験をしたりして、自分の中のプライオリティも変わってきました。ここのところは環境や生活様式の変化などでオンラインでできることもどんどん増えてきて、自分の中のオンとオフの境界線や仕事とプライベートの境界線がどんどんぼやけてきたように感じていた中で、ふとこれから自分はどんな風に暮らしていきたいんだろうと考えるようになりました。自分の心地いいこととそうじゃないこと、求めていることと手放したいこと、それらをクリアにしていった時に、私たち夫婦は生活の半分を東京から離れて自然の多いところで過ごす2拠点生活をすることに決めました。最初に内見に行ったのは2024年の6月頃でした。それから理想の家を求めて何十軒も内見に行き、でもなかなかいいところに出会えず、やっと良さそうなところを見つけても迷っているうちに違う人の元へと行ってしまったりして、長い間いいご縁に恵まれなかったのですが、2025年の終わり頃にもう絶対にここしかないという家に出会い、内見に行った次の日に申し込みをし、そしてついに2拠点生活の家を購入しました。これからはこの家を2人の理想の暮らしにしていく過程をこの YouTube でシリーズ化してお届けしていきます。おはよう。今日はこれから初めて2拠点生活するお家に泊まりに行きます。これまでも何回か行ってるんですけど、それこそ契約書をサインして鍵もらってその足で2人で行って、ついに家を買いましたねっていうことをやったりだとか、あとはすごい古いお家なので中は結構工事する予定なんですけど、その工事するにあたってこここうしたいよね、ああしたいよねとか、これ必要だよねっていう話を2人でしたりとか、あとは大工さんと一緒に現地に行って、こここういう風にしたいんです、ああいう風にしたいんですっていうお話させてもらって、でもう見積もりもいただいて2026年から工事が始まる予定なんですけど、見積もりを見ていたら、これいらないのかなもしかしてとか、これもしかして足した方がいいかもねっていうことがちょこちょこ出てきて、でまだ長い時間をあの家で過ごしてないから、長い時間を過ごしてみたらもっとこういうことが出てくるかもしれないねっていうことで、ちょっと泊まってみようよっていう話になり、今回2泊します。なのでベッドのマットレスとかをもう車に積んで、ちょっと必要最低限生活できるようなものを積んでこれから行くんですけれども、空調がないお家なので寒さ対策をしっかりしなきゃいけないなと思っていて、なので現地でヒーターとか加湿器とかそういういろんな湯たんぽとかそれこそ買おうかなと思ってるんですけど、古いお家で最近気温もぐんと下がってきたから、これは結構寒いんじゃないかなと思って心配なんですけど、でも結構いろいろレッグウォーマーとかすごい厚い靴下とかね、パッキングして暖かく過ごせるといいなと思ってるんですけど、Wi-Fi もまだ契約してないので、もちろんなのでジグソーパズルを積んで、で2人で夜ジグソーパズルしながら、いやこういう風にしたいね、ああいう風にしたいねっていう話ができればいいかなと思っております。もう何回か行ってるとはいえ、今回初めてね泊まるということでちょっぴりドキドキワクワクって感じで、毎回私は行くたびにこれ私たちのお家だっていう、こうなんか毎回驚きというかハッとするような気持ちになって、これからこの家と長い付き合いになっていろんな思い出ができるんだろうなって思ってるし、こういい空間にしたいなと思ってるし、そのいい思い出がたくさん作れるような場所に2人で作り上げていきたいなと思ってるので、その最初の一歩じゃないですけど、それの最初のフェーズとして今回初めて泊まるのがすごい楽しみです。って言っちゃうよね。
This Looks like the bottom. looks like water. あ、これがサマーでこれが冬なんじゃない？もしかしてね。すげえプリプリプリ。これで温まった。あ、わかる。あ、いい。いい。いい。すごくいい。よくない？よくないですか？いい。イエイ。はあ、クリスマスなので KFC に来ました。メリークリスマス。メリークリスマス。なんかいろんなハプニングあったけど今日。あったけどみんな優しかった。みんな優しかった。感動しちゃった。KFC の人がお水くれたのすごい感動しちゃった。優しい。優しい。あんな忙しいのにね。クリスマスに KFC ってなんか子供の頃のことを思い出してすごい幸せな気持ちになる。懐かしい。うまっ。かわいい。イエーイ。これ開けるのかな。YouTube 見よう。あんまり来ない？あ、すごい。メモリってこれどういうこと？これはさ、どうなったらいっぱいってことなの？ You start to see it, yeah? I don't see anything. いやだからまあこの辺ぐらいまで来ないとダメっていうこと。それで合ってますよね。覗いてみる。参りまする。いい高さ。大変だった。今日は結構ね、頑張りましたね。昨日の夜はこのカインズホームで買った湯たんぽにめちゃくちゃ救われて、やっぱすごい寒かったんだけど、これギリギリで思い出してね、閉店間際に買ったんですけど、本当買ってよかった。助かりました。これ。おはよう。一晩明けました。新しいお家で初めて夜を過ごしてみたんですけれども、
なんか不思議な感じで、もちろん昨日買い物もしてマットレスも置いて自分たちの家なんですけど、でもまだどこかこうヤビに止まってるような気持ちもちょっとあって、2人とも瞬間瞬間で、あ、これうちらの家だよねっていうのがあって、なんか不思議な、感覚です。でも本当に素敵なお家で2人とも本当気に入ってるし、お庭もすごい素敵だし、本当に寒いけど夜は、昼間も昨日ね来た時ちょっと寒いなと思って心配だったけど、夜はやっぱさすがに冷えて雨戸とかも閉めたんですけど、でもやっぱ古いお家なので隙間風もあるし、大きいから温まるまで時間かかるっていうのもあるし、灯油ヒーターが本当にいい仕事をしてくれたのと、こたつ買って本当に良かったなっていう。こたつと灯油ヒーターで全然違う。だから我々がこの過ごしてるところはあったかくて全然大丈夫なんですけど、こうちょっとキッチンへとかお風呂へとかっていう時におーっていう感じで、あとねトイレが本当に寒いので、今トイレのシートが普通の暖かくならないシートなんですけど、これはちょっと無理だねこの寒さはっていうことで、本当鉄の上に座ってるような冷たさで、夜トイレに行くと目が覚めちゃうぐらい冷たいので、今日はトイレのシートを買いに行きます。それは本当泊まってみないと分かんなかったなっていうことと、あとはやっぱりこうリノベのやっぱこここうしたいねとか、やっぱこれは必要ないかもねみたいなのとかが一晩過ごしてみて分かったので、それもすごい大きな収穫だったし、今日は必要なものをまた買い足しながら、あとはリサイクルショップも行ってちょっと家具とかも見つつ、食器とかもリサイクルショップで今回は買えたらいいなと思ってるので、その辺も見ながら、今日は買い物したいなと思ってます。蛍光灯みたいな色じゃないのが欲しいんだけど、全然見当たらない。またのご来店をお待ちしております。センサー奮闘中。大丈夫ですか？なんかコロンコロンってなったんだけど。いえ、水出てる。Oh, nice.